はい、こんにちは、モノルです。はい、私、いろんなコントローラーをこれまで買ってきてですね、試してきました。ここに見えてるだけで6台あります。はい、この中で明確にこの2台に勝ってるって言えるコントローラー2台しかないです。はい、これ消えます。一番高いだろう、この2台消えますね。はい、これも消えます。はい、これ消えます。この2台なんですね。ビッグビッグオンのレインボー 2SE とビッグビッグオンのブリッツ 2TMR。この2台しか正直買ってるなって思えないんですよね。どういう使い方してるかっていうと、主に Apex のランクですよね。前シーズンダイヤタッチしただけぐらいの、そんなめちゃくちゃうまくはないんですけど、カジュアルに楽しんでいるゲーマーなんですけど、でも今のシーズンかなり厳しいんで、それなりに戦えないとね。ソロでダイヤタッチっていうのはなかなか厳しいと思うんですよね。そんな中でちゃんとエイム順行並みにできるっていうとこの2台しかないんですよ。ただ、今回は順行超えたなって思えるコントローラーが手に入ったので、ご紹介していきたいと思います。はい、それがこちらのフライディジベイダー4 Pro です。もうすでにね、1週間ぐらい使って遊んできたんですけど、これはなかなか素晴らしいコントローラーでした。ただ、こいつもホールエフェクトスティックです。ホールエフェクトスティックってことは、気になるのがスティックの感度カーブなんですよね。お前もかっていうね、そういう感じにはなったんですけど、これが優れてる点は、さっき見せたですね。ビッグビッグオンのブリッツ 2TMR と同じで、ソフトで感度カーブを自由にいじることができます。なんで、例えばね、スチーム入力でしかいじれないコントローラーだと、R5 っていう打ち合いひたすら 1v1 を練習するソフトとか遊べないんですよね。でも、こいつならちゃんと R5 も遊べます。こいつもね、遊べるんですけどね。なんで、この2台の違いとか、ちょっと見ていけたらいいなと思います。現状の価格は、フライディジベイダー4 Pro が9980円と1万円弱ぐらい。で、ビッグビッグオンブリッツ 2TMR が11,800円と1万円をちょっと超えているので、ややこちらの方が価格は上になっています。だいたい価格帯も同じぐらいなので、どっちが自分に合ってるかなっていう目線で見てもらえたらと思います。はい。外箱の背面はこんな感じですね。1000Hz のポーリングレートとか、スイッチ可能なトリガーがついているよとか、重さを変えられるジョイスティックがついているよっていうことですね。あとは、マイクロスイッチの ABXY ボタンです。っていうとこですね。はい。それじゃあ、中身見ていきましょう。開けると二重の箱が出てきます。ここに本当は本体が入ってました。ここには USB ドングルですね。はい。私は基本有線で使うので、USB の無線ドングルは使ってないです。でそれ以外に USB ケーブルとマニュアルが入ってます。USB ケーブルはフライディジの青いカラーリングが入った USB Type-C to Type-A ケーブルが入ってます。はい、それでフライディジの冊子が入ってました。クーリングファンとかも売ってるんですね。Apex 4 Vader 4 Pro ダイヤウルフ2なんていう人気のコントローラーも宣伝されてます。こちらがマニュアルなんですけど、はい。英語と中国語しかありません。こんな1枚ペライチのマニュアルですね。日本語マニュアルは正規代理店のサイズのサイトでダウンロードすることができます。その点ではビッグビッグ1のブリッツ 2TMR は日本語のマニュアルがついているので親切かなと思います。はい、付属品見てきました。そしたら本体ですね。はい。フライディーズのベイダー4 Pro になります。かなり漆黒っていう感じですね。もう真っ黒も真っ黒です。ややツヤがあって、手の油がちょっとついたら目立ちそうな質感ではあるんですけど、ほんの少し透明感があるようにも見えますけど、そんなことはないですね。別に透明っていうわけではなくて、こういう質感のコントローラーってことですね。なんと言っても特徴的なこのダイヤルがついてます。これでスティックの倒す時の重さが変わるっていうやつですね。自由に調整できます。
正規代理店のサイズのサイトによると 40g フォースから 100g フォースまで調整が可能ということです。40g フォースって言ったらもうほとんどね操作ミスが起きるような軽さですし、 100g フォースって言ったらめちゃくちゃ重くてね、多分操作してたら疲れちゃうぐらいの重さなので、まあ大体皆さん50以上で80ぐらいまでですかねで使われることになると思います。なのでその範囲カバーされてるんで、しっかりねこれ調整、自分の好みの重さに調整できると思います。はい、最初はこの真ん中に設定されていて、デフォルトの重さはちょっと簡易的な測り方になりますけど、デフォルトの重さはだいたい 70g フォース弱っていうところですかね。なんでちょっとデフォルトではやや重めですかね。純コン、デュアルショック4とかデュアルセンスエッジ、デュアルセンスなんかが 75g フォースなんで、それよりほんの少し軽いぐらいの重さになってます。見た目は結構ね、この LED のカラーとかも割とかっこいいかなとは思います。はい。で、背面見ていくと、ここにトリガーストップがついています。通常だと、よいしょ、普通のアナログトリガーです。で、これをトリガーストップをオンにすると、はい、これだけしかストロークしません。ボタンですね、普通の。マイクロスイッチボタンになってます。はい、左右両方トリガーストップでボタンになるようになってますね。で、背面ボタンはこのように押しやすい位置に2個、真ん中に2個っていうタイプの背面ボタンになってます。背面ボタンは4つついてますね。で、ショルダーボタンとかはついてなくて、普通の RB、LB、RT、LT の4つのボタンしかありません。その代わりですね、ここに CZ っていうボタンがついています。まあ、主にこういうボタンって FPS とかではなくて、ストリートファイター6とか、格ゲーですね。で使うと使いやすいボタンかなっていう感じですよね。弱パン、中パン、強パンみたいなね。十字キーは丸型のね、斜め方向にも反応するマイクロスイッチの十字キーがついてます。非常に押しやすい、押し心地も良くて、ポチポチ音がしていいですね。はい。スタートボタンは相変わらずベイダー3 Pro から同じで、この斜めのところについてます。まあ、これ意外と押しやすくて私は嫌いじゃないです。XIB ボタンは歌い文句の通りマイクロスイッチ。マウスクリックですね。これはもう全く押し心地よくて、さすがだなという感じです。重くもなくて、軽く押せていいですね。スティック押し込みは、特に重くも軽くもなく、普通に押せます。そしたらささっとポーリングレートのテストもしてみたいと思います。はい、しっかり 1000Hz 出ていますね。アベレージで 998Hz ってことで、私の回転不足とかももしかしたらあるかもしれないんで、これだけしっかり安定して出ていれば問題ないでしょう。また、いつも通りですね、スティックの感度カーブ測っていきたいと思います。はい、レスポンスカーブを測る前にですね、一つだけ注意点があります。ファームウェアのバージョンを必ずアップデートするようにしてください。6.9.3.0 っていうのが私が、購入した直後のファームウェアのバージョンだったんですけど、6.9.3.1 で、かなり修正が入っています。はい、これが 6.9.3.1 のアップデートの内容なんですけども、まず、アウターデッドゾーンが大きすぎた問題を解決しましたっていうことと、ジョイスティックのレイテンシー遅延ですね、を減らしましたっていうのがあります。この2つすごく重要なので、6.9.3.1 にアップデートしてから利用することをお勧めします。はい、で、念のためですね、アップデート前後でスティックのレスポンスカーブを計測してみました。これ横軸がスティックを倒した距離で、縦軸がゲームへの入力値になってます。で、アップデート前が紫色のラインで、緑色がアップデート後のものですね。アウターデッドゾーンを減らしましたということですけど、確かに、ゲームへの入力値が1になるところがですね、だいぶ5.5ミリぐらいでもう1になってしまってたところが、純コンとかと同じような、
距離ですね、6.3 ミリで1になるように修正が入っています。これ、ベーダー3 Pro でも6.3ミリで1になってたので、このファームウェアのアップデートは、ほぼ必須なんじゃないかなと思います。はい、それで、スティックのレスポンスカーブを見ていく前にですね、フライデジスペースステーションでですね、ちょっとジョイスティックの設定を見てほしいんですけども、コントローラーをつなげるとこの画面に来ます。で、ジョイスティックをクリックして、で、下にスクロールすると、クリックヒアって書かれたところがあるので、これをクリックしてください。すると、かなり細かな設定が英語でできるようになってるんですけど、レスポンスカーブに関係するのは、この一番下から2つ目のジョイスティックセンターセンシティビティっていうやつなんですね。これファースト、ミドル、スローって選べるようになってます。このファースト、ミドル、スローそれぞれでレスポンスカーブを計測しています。はい、それで計測した結果がこちらになります。スローが青色の線で、やっぱりスローっていうだけあってかなり低感度な、相当低感度ですね、これは。で、ミドルっていうのはリニアになっているわけではなくて、やや低感度っていう感じですね。で、なぜかファーストがちょっと感度が高くなっているっていう、こういう3つの設定になってます。なんでちょうどリニアになる設定を用意してくれないんだっていうのは正直思うんですけど、この辺なんでなんですかね。ホールエフェクトのセンサーってリニアにするの難しいんですかね。なんかパテント、特許の問題とかがあるんでしょうか。なのでね、これも順行に近づけるためにリニアに感度を修正していかなきゃいけないですね。これはあくまで私の、こだわりではあるんですけど、リニアに近づけた方が当てやすいかなと正直思います。はい。そしたら、まずはデフォルトの感度カーブで、ジョイスティックセンターセンシティビティもミドルのままで射撃訓練場で打ってみたいと思います。はい、じゃあ打っていきたいと思います。ちょっとだいぶ癖がありますね、やっぱり。追いつかないなと思って多く倒すと今度は速すぎるみたいな、かなり難しい感度になってるかなとは思います。ただやや低感度なぐらいでスムースなカーブなので、慣れれば全然当てていける感度かなとは思いますね。はい、こんな感じですね。悪くないけど純コンとは違う、そんな感じになってます。せっかくなのでこのジョイスティックセンターセンシティビティファーストも試してみたいと思います。だいぶ感度は速くなった感じがします。今度はなんか思ったより動きすぎるのでちょっと気を使う感じになっちゃってますね、やっぱり。の割に難しい、これは難しいですね、やっぱり。なるほどなるほど。いや難しいなちょっとやっぱりミドルもファーストもですね、合ってないなという感じがするので、順行のようなリニア感度に修正していきたいと思います。はい、では、フライディジベイダー4 Pro を順行のようにリニア感度に修正する方法ですね、解説します。まず、フライディジスペースステーションに行ってください。で、感度カーブをいじる前に、ここの先ほど解説したですね、クリックヒアっていうところをクリックします。ジョイスティックセンターセンシティビティのところをファーストにしてください。これが一番リニアに近づけやすかったです。はい、×ボタンを押して、で、センシティビティカーブはカスタムにして、まず左のこのマークをですね、X が16、Y が17になるようにしてください。で、2つ目が X が32、Y が30になるようにしてください。はい。デッドゾーンはデフォルト0です。
エッジの方のアウターデッドゾーンとかも0になってますので、このままで OK です。サーキュラリティアルゴリズムは好みでサークルでもいいですし、レクタングルでもどちらでもいいです。はい。で、これ自動でセーブされるので、これでも反映されてます。で、念のために、このクリックヒアのところから出てくるですね、詳細設定なんですけど、もう少し詳しく見ていきたいと思います。このジョイスティックデバウンスっていうのは安定化ですね。こう、スティックをちょっと倒した時にプルプルプルっていう風に数字が震えると思うんですけど、それをなくすような仕組みになってます。これは私はオフの方がいいかなとちょっと思います。で、ポーリングレートは 1000Hz でいいと思います。ジョイスティックアキュラシーはこれはジョイスティックを何段階検知するかっていう数字なんですけど、8ビットから12ビットまで選べます。8ビットだとかなり粗めになって、12ビットだと細かくスティックを、スティックの動きを検知するようになります。で、8ビットだと、純コンと同じ感度になるっていう風に説明が書かれています。はい、なので8ビットに設定することをお勧めします。Apex は特にですね、順コンのような、ステップ精度っていうんですか、このジョイスティックの精度が一番ですね、エイムアシストが効きやすいので、8ビットっていう風にするのがおすすめです。Apex 以外ではね、Call of Duty とかでは12ビットでも全然動きは変わらなかったので、どれを選んでもいいかなと思います。せっかくなんで12ビットでやるのがいいかもしれないですね。はい。なので、基本オフで8ビット 1000Hz ファーストっていう感じですね。はい。これでフライディジスペースステーションの設定は終わりました。はい。それでですね、先ほどの設定を入れることによって、スティックの感度カーブはこのちょっと濃い黒の線になります。かなりリニアに近づいて、実際に Apex で触ってみると、もうほとんど順コンと動きが変わらなくなりました。なんで、めちゃくちゃこの設定おすすめなので、ぜひ使ってみてください。かなりね、この設定出すのに苦労したので、めちゃめちゃ時間かかってる設定なので、ベーダ4 Pro 持ってるならぜひ使ってほしいです。はい、そしたらリニアなカーブになってると思うので、打っていきたいと思います。やっぱりこれですね。圧倒的に当てやすいです。グラフの見た目では本当にちょっとしか変わりはないんですけど、これが全然ゲーム内では変わってくるんですよね。これホールエフェクトスティックなので、中間の引っかかりが全然なくて、スムーズに動かせるので、ものすごく当てやすいですね。もうこれは純コン超えてるって言っていいんじゃないですかね。はい、それで私はこのスティックの硬さなんですけど、一番柔らかいところから、よいしょ。1、2、3、4つ目のメモリで使ってます。この硬さが、はい、60g フォースぐらいなんですよね。いいよ。はい。実はこの硬さっていうのは、ブリッツ 2TMR の硬さと、はい、ほとんど一緒です。このぐらいの硬さが私はギリギリ操作できる硬さかなと思いますが、もうちょっと柔らかくても多分皆さん操作できるんじゃないかなと思うんで、この辺ギリギリ攻めていけばですね、近距離強くなれるのでおすすめですね。そういう点では、このフライディジベイダー4 Pro っていうのはすごく優れたコントローラーかなと思います。さらにですね、ベイダー4 Pro は、あれですね、箱に正規代理店から購入しているとですね、1年間の保証がついてます。はい。それもすごくいい点ですね。どうしてもこういう製品って中国製なので、サポートがちょっと弱いところがありますが、ベイダー4 Pro はしっかりとですね、正規代理店のサイズが保証を行ってくれるので安心感があります。一方でですね、ブリッツ 2TMR はやっぱり遅延が非常に少ないです。特にですね、スティックの遅延 2.6 ミリセカンドっていうデータもあるぐらいなので、かなり速いです。一方で、ベイダー4 Pro の方は5.5ミリセカンドということで、ちょっと最新のコントローラーと比べると遅めな部類になります。
また、ブリッツ 2TMR はその名の通りですね。TMR のセンサースティックがついています。TMR っていうのはトンネル磁気抵抗効果っていうもので、より精度が高くて遅延も少ないっていうセンサーになってます。どちらもね、非接触式センサーなので、そこまで違いはないんですが、やはりこちらの方が全体的に優れたセンサーを使っていたり、遅延が少ないっていう特徴があります。あと2点違いがあります。ベーダー4 Pro は背面ボタンが4つついていますが、ブリッツ 2TMR は背面ボタンは2つだけです。その代わり、ショルダーボタンが2つ追加されてます。また、ベーダー4 Pro はトリガーストップがついていて、アナログスティックにもすることができますが、ブリッツ 2TMR はボタン式トリガーしかありません。アナログトリガーにすることができません。持ちやすさはどちらもちょっと大きめなので、あまり私は感覚的に変わらなかったです。故障やスティックの硬さ、少し安いっていうベーダー4 Pro を取るか、とにかく速さ重視でブリッツ 2TMR を取るかという感じで選んだらいいんじゃないかなと思います。このどちらのコントローラーも APEX で使った限り純正コントローラーを超えていると思うので、すごくいいコントローラーだと思います。はい、というわけでベーダー4 Pro 見てきましたが、いかがだったでしょうか。本当にいいコントローラーだなと思いました。やっぱりね、どうしてもそのスティックの感度っていうところは修正が必要だったんですが、それさえすればね、全くもう不満がないって言っていいぐらい使いやすいコントローラーです。Apex 以外にも Call of Duty とか Fortnite とかね、他の FPS でも使っていけるコントローラーなので、そこもいいなと思いました。またアナログトリガーがついてるのでね、レーシングゲームとかもこれで遊べちゃいます。さらにスイッチのスプラトゥーン3も遊べます。これ1台あればかなりいろんなゲームが遊べるので、そういう対応幅の広さっていうのも魅力の一つかなと思います。はい。そしたらこの動画良かったと思ったら、高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。はい。また私はですね、このモノルっていうサイトの管理人もやってます。全部一人で作って、管理して、運営して、更新して全部やってるので、もうぜひですね、もう皆さんの力だけが頼りなので、もしよかったらですけど、口コミを書いていっていただけたら嬉しいです。ぜひよろしくお願いいたします。以上、モノルの管理人でした。バイバイ。はい、おまけで Apex、Fortnite、Call of Duty Black Ops 6、あとレーシングゲームのアセットコルサのプレイ動画を流したいと思います。これ Apex のプレイ動画なんですけど、実際こう射撃訓練場の外に出てカジュアルとかねやってみると、ちょっと中立付近の感度がまだ低い印象はありました。少しだけ慣れが必要ですけど、十分に戦っていけるかなっていう感じですね。中立付近が感度低いおかげでかなり遠距離も当てやすかった印象があります。これなら十分ランクでも使っていけるかなっていう感度でしたね。はい、ピークしすぎですね、どう考えても。このジブの人がね、どんどんマイクタイプのジブでやりやすかったですね。
こういう距離、中距離ぐらいですか。かなり当てやすいです。ちょっとね、腰打ちが暴れがちで、これは単に私が下手なだけかなとはい、思います。感度が遅いだけにね、4倍とかはちょっとリコイル練習が必要かなとは思います。まあただそれは純コンでも結構4倍とかのリコイル難しいんだよね。そんな大差はないかなと思います。はい、というわけでカジュアルでチャンピオン取れた試合でした。全体的に中遠距離すごく当てやすくてですね、繊細な操作もできるし、近距離もしっかり追っていけるし、すごくいいかなと思いました。で、もう1試合チャンピオン取ったカジュアルの試合を見ていきましょう。こっちはね、もうちょっとさっきの試合よりかはコントローラー慣れてきてですね、よりしっかり戦えてる試合かなと思います。まあいくら純コンに感度を近づけたとは言ってもですね、ほんの少し癖があったりとか、スティックの柔らかさの違いとか、スティックの形状の違いとかですね、そういったところ、細かいところでやっぱり慣れは絶対に必要になってくるっていうところはありますね。ここちょっといきなりウルトで飛んでこられてびっくりして、武器チェーンめちゃくちゃになってますけど、リングは近く、敵が近くにいる。リロード中だ。気をつけ。アークスターを攻撃されている。敵が終わった。敵がダウン。これで部隊は全滅だ。ワクワクするね。お見事。さあみんな、苦痛の始まりよ。敵がダウン。
はい、ここまでが Apex のプレイ動画になります。はい、ここからフォートナイトを Vader 4 Pro でプレイした動画です。ちょっとフォートナイトはかなり初心者なので、これゼロビルドでカジュアルに相当するやつをやってる動画なんですけど、もしかしたらボットとかもいるのかもしれないですね。ちょっとよくわからないんですけど。最終的にビクロイは取れなかったんですけど、2位までいけた感じですね。すごく繊細な遠距離射撃とかもバッチリ当てていけるんで、めちゃくちゃ面白かったですね。フォートナイトもやりたいなってちょっと思うぐらいに楽しい試合でした。はい、改めて見返すとかなり下手くそだなと思うんですけど、操作感はね、全然良かったので、参考にしてみてください。で次が Call of Duty Black Ops 6です。敵の落ち毒ヘリが接近。敵の CUAV が接近。文句なく扱いやすいですね。敵がハードポイントをダッシュ。ハードポイントアクティブ。ハードポイントを確保。敵の UAV を確認。ハードポイントを識別した。敵がハードポイントをダッシュ。敵のスカウトパルスを制御。アーマーだ。UAV を要請する。上空に敵の UAV を確認。アームグレネードを投げる。スピード感の速いゲームなので、スティックの重さ軽くできるっていうのはかなりメリットかなと思いました。はい、次はアセットコルサっていうレーシングゲームです。実はですね、ベーダー3プロの時ってアナログトリガーがなんかちゃんと動作しなかったんですよね。でも、ベーダー4プロはちゃんと動作してくれます。しかもかなり繊細に操作することができて、
全く違和感なく、車運転することができました。それでちょっと驚いたんですけど、振動機能がすごく優れてました。細かい振動はね、人差し指にこうトリガー部分でコツ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 って振動してくれて、で大きな振動っていうのは手のひら全体に伝わってくる振動で、グリップ部分のモーターで振動してるんですかね。ものすごく臨場感があってよかったです。レーシングゲームもベイダー4 Pro で遊ぶのすごくおすすめですね。はい、でこれ私のベストラップなんですけど、一応1ラップ流しておきたいと思います。